こんにちは、MD ジャックです。愛です。皆さんこんにちは。愛のイヤホン購入予算はとっくに火の車なのに、ジャックさんが次々レビューするんでちょっと困ってるんですが、前回の動画で比較モデルとして登場したリアやオリーナのメーカーがトリポウィンで、今回もトリポウィンのモデルだということなので、困りながらもワクワクしました。新しいモデルみたいだけど、手持ちのトリポウィンで BA 搭載モデルは持っていなかったんで、トリポウィンだとどんな音になるのか興味あって買ってみた。というわけで、今回は 1DD プラス 1BA のハイブリッドモデルトリポウィンロンバスのレビューです。写真で見たフェイスプレートの感じはなんだかゴツゴツしてるように見えましたが、手に取ってみるとゴツゴツ感はあまりなく丸みを帯びていました。モデル名のロンバスの通り、小さなひし形デザインの組み合わせが特徴的です。1万円を超えるモデルですが、付属品は至ってシンプルです。本体に予算全振りってことなのでしょうか。だとしたら逆に好感持てます。ドライバーは新開発の 10mm LCP PU コンポジットダイナミックドライバー、液晶ポリマーダイヤフラムのドームとポリウレタンセクターの複合構造。 BA はロールズ33518、そして強力でおなじみの N52 マグネット。1万1000円ぐらいの価格からすれば驚くようなマテリアルではないけど、どんな出音なのか楽しみにならずにはいられない。ほんと楽しみですね。シェルは航空グレードのアルミニウム合金で、重さは片側 5.6g。 気になる重さではありません。オレイナとの大きさ比較は写真の通りで、ロンバスが大きいというよりオレイナがスリムなんですよね。標準的な大きさだと思います。装着後にフェイスプレートを触ってみると凹凸は感じますけど、ゴツゴツ感はなくて、愛はすぐに馴染んでしまいました。今回トリポウィンからはセンシベルというダイナミックドライバーモデルも出ていますが、オリーナを持っているのでセンシベルをスルーして 1DD プラス 1BA のロンバスにしてみました。センシベルはリクエストがあればレビューを検討してみます。詳細スペックはウェブの情報を見ていただくとして、この先はいつもの通り音質中心に進めましょう。今回のサウンドチェックは同メーカーのトリポウィンオリーナにしました。ロンバスより少し高めな価格設定です。値上がり前は同じぐらいの価格でしたね。音収録に使用した付属ケーブルは超高純度銀メッキ 26AWG OCC 同立線はそのままに、素線を追加で組み込むことでやや肉厚な感触と豊かなサウンドを実現しているとのことです。リアピはダンジジム TAPB トレブルを使用しました。ではどうぞ。音量上がります。では後半はまずイヤピ比較からです。低域が重く感じるので、最初は瀬戸内エアフィットライトやウィーザー ET100 などで聞いていましたが、他の帯域を圧迫するような質感ではないと思って高域の調整主体に変更しました。ロンバスだと普段の測定値より高域のばらつきが少なく見え、装着感優先で選んでも良さそうです。ボーカルの視察音が気になる場合はファイナル E の選択もいいと思います。ロンバスは4キロ付近がしっかり出ていますので、6キロ付近を抑えた出方も悪くないと思います。次はロンバスのシングル波形です。グラフからは低域はそんなに強くなさそうに見える。
箱出し最初の主張で中域のへこみは聞きながらある程度分かっていたけど 500Hz を中心とした減衰は予想より大きかった。低域高域のピークとのレベル差が結構あるのでドンシャリタイプと言えるが、シンプルに言えばドンシャリ感が前面に来る感じではなく上質。もう少し深掘りしてみると量感プラス 50Hz 以下もあまり落ちない低域は重たく、サブベースがしっかり効けそう。ウッドベースだとちょっと中心帯域を外す感じも。ドラムはどちらかというとシンバル系より太鼓寄りのバランスに感じる。個人的にはあまり低域が強いのが苦手だけど、この低域の質感はいい。音数が増えても低域が別レイヤーにいる感じで他の帯域といい意味でセパレートされてる。高域は BA が中心でノズル内にいるはずだから耳元で盛大に囁かれるのかと思いきや案外鋭くない。こもるようなことはないが刺さるような鋭さではなくちょっと落ち着いた感じ。例えばハイハットの刻みが一歩引いて少し奥から出てる感じ。そしてシンバル系は全般的に少し太めな質感。刻み系があんまり前に出てこられるとちょっとイラッとするけど、ロンバスにそれがなく、それでいて存在感はあり4キロ付近をしっかり出していることも要因の一つかと。低域の改造感は量感に引っ張られるからかあまり高いとは思わない。高域は BA ということもあって結構しっかり効かせてくれている。ただ少しまろやかに聞こえる分改造感への影響はあると思う。サウンドステージは最近のモデルは広くて当たり前的な印象で、ロンバスも一定レベルの広さは感じる。奥行きや残響感はしっかり感じられ、ハイブリッドモデルの特徴が生かされているところかと。ロンバスの特徴は 50Hz 以下での大域の存在感と BA でありながらやや抑えられた太めに感じる小域、そして自然に耳に馴染んでくれることに思える。ドンシャリ感は曲中でバックが白玉だったりすると割とそれを感じる。ロンバスにはどちらかというとビート中心の曲の方が合いそうな印象。手持ちで同等の価格の 1BA プラス 1DD 構成のモデルがなかったので、どれもロンバスより安い価格帯のものですが、空間表現の違いを聞き比べてみました。詳細はグラフをご覧いただくとして、今回の比較では価格の違いが空間、特に奥行き感に出ている印象でした。低域が控えめだとタムの響きに深みが足らず、また低域が出ていてもそれに対抗する高域が足りないと残響部分がうず漏れてしまう傾向でした。ロンバスには価格相応のしっかりした空間が展開されていることが確認できたので一安心です。オリーナとの比較ではロンバスの低域、中域の特徴がはっきり出ていますね。聴覚上この帯域は全体的にオリーナの方がおとなしめに感じますが、この部分は波形の通りですがオリーナの方が豊かに感じます。3キロから上の帯域では特徴の違いが顕著で、この2つのポイントでは出方が逆のカーブになっています。ロンバスは波形ではオリーナに比べ広域は強そうに見えますが、この部分の出方の差が大きく、オリーナではこの部分での大きな落ち込みもないため、広域は聴覚上ロンバスより若干明るめに聞こえます。リアーの波形も重ねてみましたが、こちらもオリーナ寄りな傾向ですね。なので同メーカー内での特徴の住み分けはできているようですね。そしてロンバスの小域が少し太めに感じたのは4キロ付近の出方によるものと思いますが、小域が足りないと思ったら4キロ付近と6キロ手前カーブを反転させるとキャラクターは大きく変化します。またドンシャリ感を少し抑えたければコウテイのピークを少し抑えた後全体の音量を上げることで音割れすることなくコウテイのレベル差が少なくなります。結果中域が持ち上がる格好になり、ブースト主体ではなく抑制主体で全体を持ち上げる調整がベターです。ただこの調整をすると全体的にオリーナっぽくなってしまうので、今回は特に補正することなくロンバスの特徴を楽しむことにします。はいは今回は我慢しますが、デザインも面白くて印象に残りました。予算が確保できたら買おうかな。でもその頃にはきっと別に欲しいモデルが出てきているパターンでしょうね。そうだね、毎週レビュー手伝ってもらってるからね。フラット系のチューニングがお好きな方にはロンバスはあまり向かないかなとは思いますが、オリーナとはドライバー構成も特徴も違うので両方持ってみて後悔はなく、リズム主体の曲ではロンバスを選択するシーンも増えそうです。ということでトリポウィンロンバスのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。